ちゃる見せ物屋へようこそ。さて、今夜ご紹介する隙間の世界はこちら。じゃん。見せ物小屋です。皆様も見せ物小屋と聞くとどんなイメージを思い浮かべるでしょうか。こういうのとか、あとはこういうのとかですかね。いわゆる見せ物屋さんって海外にもあるんですが、今回は日本の見せ物小屋についてご紹介していこうと思います。海外のものについてはフリークショーとしてまた別の動画にしようかなと思っているので、楽しみにしててくださいね。今回は動画を見ていただく前にいくつか注意していただきたい部分があるのですが、まずは昔の物事や人に今の価値観で物を言うのは野暮な話かなと思って、あくまでそういう文化があったんだなというような感覚でご覧になっていただければと思います。それから紹介する内容によっては僕の解釈が入ったざっくりとしたものも入っているので、もしニュアンスなどが違うよというものがあればコメント欄などで補足していただけると大変助かります。それでは見せ物小屋の隙間の世界へ参りましょう。開演いたします。いってらっしゃい。それではまず、見せ物小屋という言葉を初めて聞いた方もいらっしゃると思うので、そもそも見せ物小屋ってどんなものなのかというお話からしていきたいと思います。見せ物小屋っていうのはですね、ざっくりと言いますと、大衆娯楽です。お祭りとか、あと縁日の時に、文字通り小屋を建てて、その中でいろんな演芸とか、あと器物なんかを見せたりするっていうようなやつです。見せ物小屋の歴史って長くって、始まりがですね、室町時代、京都の四条河原というふうに言われています。この四条河原ですね、見せ物の他にも、山岳とか、あと猿楽っていう、舞台芸能なんかも、盛んに行われていたところでした。じゃあその見せ物小屋の中、一体何が行われているのかっていう部分なんですけど、寺山修司さんの舞台作品とか、あと丸尾末広さんの少女椿って、これが見せ物小屋を題材にした作品でとっても有名なので、結構いろんな方が見せ物小屋というとザ・アングラーだとか、あと良い子は入っちゃいけないところ怖いみたいなイメージをお持ちだと思うんですけれども、実はそれ半分合ってて半分違うっていうような感じなんですよ。で、見せ物文化が一番栄えた江戸時代で見ていくと、演目のですねメインとしては3つ、軽業と珍獣、あと細工見せ物というのが挙げられます。で、詳しくお話ししていくと、まず、軽業というのがいわゆる大道芸ですね。駒回しとか、綱渡りとか、ちょっとした曲芸をやるというようなもの。あとは珍獣ですね。これは日本にいなかった珍しい生き物を海外から輸入して、それをお客さんに見せるというような演目です。ヒョウとかクジャクとかいろんな動物が展示されていたそうなんですが、その中で特に人気だったのが象とラクダです。当時記録が残ってて、見るだけでご利益があるみたいなんですね。触れ込みと一緒に、見せ物にされていたそうです。それから、細工見せ物です。生き人形と呼ばれる人間そっくりにリアルに作り込んだ、菊人形とかもそうなんですが、人形細工とか、あとは、カゴ細工で、カゴでですね、全長7メートルぐらいあるっていうめちゃくちゃでかい関羽の像を作ったっていうのもありまして、今で言うと巨大インスタレーション作品みたいな感じですかね。それから、からくり細工。これからくり人形は多分皆さんのイメージできると思うんですけど、覗きからくりっていうのがですね、
覗き穴の中を覗くと、有名な歌舞伎の演目なんかがですね、からくり仕掛けで見れるっていうようなものです。あと、ここには載せていないんですけれども、天才神絵師のですね、葛飾北斎による、ライブペインティングなんかも、見せ物の演目としてあったそうです。なので、見せ物小屋の演目って実は当時は大道芸と、動物園と、あと博物館を足して終わったっていうような感じが、正しいというふうに言えるのかなと思います。もちろんね、いわゆる身体に障害を抱えた、奇形と呼ばれる方たちの、曲芸というような演目もあったんですが、歴史的に見るとですね、そういった方たちの演目というのは割合が少ないんですよね。割とリーズナブルに楽しめるっていう部分もあって、当時庶民をはじめとしていろんな人たちに、大受け、そして、大ブームを引き起こすんですね。先ほどお話しした、京都の四条河原をはじめ、大阪の道頓堀、あと東京の、浅草と両国はですね、いわゆる、見せ物屋のメッカというような立ち位置の、場所でして、当時は、お祭りのたびに、数百軒もの見せ物小屋が立ち並ぶというような状況だったようです。大ブームが起きてからのお店がいっぱい並ぶという部分だけで見ていくと、最近でいうタピオカ屋さんと同じような感じですよね。ちょっとタピオカ屋さんも最近衰退気味ですけど、この大ブームによってですね、花開くように最盛期を迎えた江戸の、見せ物小屋文化なんですが、いろいろなバラエティに富んだ演目が開発されていくようになります。まずは、奇形の人たちによる、曲芸ですね。体に、障害を抱える方たちがその自分の体を生かして曲芸をするとか、あと身体的な特徴というと、体に障害を抱えているだけではなくて、例えば背が高いとか、力持ちだとか、あとはすごい太ってるっていうような方たちも当時は見せ物小屋の大スターとして活躍していたそうです。今となってはちょっと考えられないですよね。あとはこれいわゆる作り物インチキなんですけど、人魚のミイラとか、あと頭が2つある犬とか、あとはちょっと鶏の頭を食いちぎるとか、蛇の頭を食いちぎるっていったような、ちょっと過激なもの。あとですね、これ完全にアウトなんですけど、もうエッチな方面に行くっていうような、見せ物小屋も、当時はあったそうです。で、そんな見せ物小屋なんですけれども、時代が進んで明治時代に入っていきますと、身体障害者を見せ物にするのは良くないよねっていうような、人権意識の視点だとか、あとはいろいろな法律とか条例みたいなのが出てきて、見せ物小屋に、ネガティブなイメージがついてくるようになるんですね。見せ物小屋イコールアングラーっていうようなイメージも多分ここら辺からついてきたんじゃないかなって個人的には思うんですが、見せ物小屋の人気に陰りが出てくるんですね。明治の見せ物小屋もその時代に合わせて電気を使ったりとか、あとはサイエンスショー的な演目っていうのを開発していくんですが、やっぱり変わっていく人の価値観っていうものに合わなくなったりとか、あと最近だと生き物がかわいそうっていう、動物愛護の視点も出てきたりして、見せ物小屋のできることっていうのがだんだんなくなってきたんですよ。でそこから見せ物屋さんっていうものがどんどん減ってきてしまって、90年代にはまだ、何件かあったんですが、今のこの令和のようには、大虎工業者さんという、団体1件のみが、見せ物工業をやっているという状況になっています。なので実は見せ物小屋ですね、今は幻の芸能だとか、あとは滅びゆく芸能というふうに、呼ばれています。で、このまさに風前の灯火といったような状況を抱えている、見せ物小屋文化なんですが、この大虎工業者さんがですね、
まだなんとか興行を続けているおかげで、かろうじて見せ物部や、現代でも見ることができます。なのでね、ここからは今の見せ物小屋のこととか、あとは、僕なりのですね、見せ物小屋の楽しみ方について、ご紹介していきたいなと思います。で今、見せ物小屋、年に、数回見られるんですが、僕的には東京新宿の、花園神社で行われる鳥の市というお祭りが、確実に見せ物小屋が、見られるので、おすすめです。まず、基本的なところからお話しすると、見せ物小屋ですね、どなたでも入ることができます。年齢制限はありません。で、値段なんですけれども、大人で800円、子供500円、で幼児が300円だったかな。結構リーズナブルなんですよね。で、これちょっと珍しいんですけど、料金は後払い制です。まずは外装ですね。この僕のお店みたいな、とにかく情報量っていう感じ。いろんな装飾とか看板っていうのがあるので、それをね一つ一つじっくり見るのもよし。あとは入り口で呼び子さんがよくある「さあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、親の一家が子に報い」みたいな、これですね、この因果が子に報いみたいな感じの客寄せの工場ですね。あれ単価と呼ばれるもので、これ叩き売りとか敵屋さんなんかも使う工場なんですが、この見せ物小屋の単価結構呼び子さんによってテイストが違うので、それをじっくりと聞いてみるっていうのもすごく楽しいです。それからですね、見せ物小屋には、グラシーというものがついていて、外装に窓の大きさぐらいの穴が開いてるんですけど、実はそこから客席とそれからステージの中の様子を覗けちゃうんですよね。そこからギャーっていういい悲鳴が聞こえてきたりとか、あとは演目を待っている芸人さん、太夫さんっていうんですけど、太夫さんが出てきてちょっとしたファンサービスなんかしてくれたりするんですよね。初めて見せ物小屋に来たよっていう方は、このグラシを除いて、入るか入らないかを決めてもいいと思います。そこで入るぞという決心がついた方、入りたいなと思った時は、こちら、はい、入場ベルですね。このベルが鳴ったら、入れますよという合図なので、これが聞こえたらいよいよ中に飛び込んでいくという形になると思います。いよいよ見せ物小屋の中に入っていきますと、いろいろな演目を見ていくんですが、一周がだいたい20分くらいです。見せ物小屋というのは、お店の始まりから終わりまで決まった公演をぐるぐると何度も繰り返して公演していくという仕組みになっています。なので、一周し終わったお客さんから出口の方に向かっていってお金を払って異世界から戻ってくるっていうような形になります。この見せ物小屋結構自由な感じなので、実は中にお酒とかね持ち込んだりしてもいいんですけど、一つだけ、絶対に守らなくてはいけないルールというのがあります。それがですね、こちら、はい、小屋の中は一切の撮影が禁止というところです。なのでもう見せ物小屋の中に入った後はスマートフォンとかカメラとか触らずに、しまってしまうのが一番いいかなと思います。夢は秘めるものということで、これだけ守っていれば楽しめるかなと思います。ここまで聞くとなんか意外とそんな怖くないかもとか、あとは意外とちょっと面白そうかもって思いませんか？思わないかと、ここまでいろいろとお話ししてきた上で、ちょっとこれ言うのは残念なんですけれども、実は見せ物小屋、最近の、そちらの世界の動き、流れというものがあって、ここ数年、あと今年もですね、やってないんですよね。もう僕としてはもう一刻も早く夢のような空間が戻ってきてほしいなと思っているんですが、ちょっといつまた見せ物小屋が見られるかどうかわからないっていう状況なんですよね。ただ、今
今年の冬、新宿の、とある映画館で、その最後の見せ物興行者である、大虎興行者さんに密着した、ドキュメンタリー映画がリバイバル上映されるそうなので、隙間をですね、もっと広げたいと、感じた方は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。さて、今夜は日本の見せ物小屋について、ご紹介してみましたが、僕が一番大好きな文化なので、見せ物小屋というものに対してのイメージがちょっとでも変わったとか、あとは面白そうっていう風に興味を持っていただけたらとても嬉しいです。ちょっとこの見せ物小屋の話しといてなんなんですけど、僕のお店、バーチャル見せ物屋っていうんですけど、実はですね、見せ物小屋ではなく、見せ物小屋の真似をした、見せ物屋なんですね。なので、皆様ですね、お出口に向かう際は、お金ではなく、こちらの動画の高評価と、それからチャンネル登録を頂戴できますと、大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、またどこかの隙間でお会いしましょう。いい夜を。